和の素材は使いたいっていう希望はあったんですけど、空間構成自体も伝統的なものではなくて、ちょっと新しい構成にしていきたいなっていうのがあったので、植栽をいろいろ移動しながら見える景色のところも結構大事にしたいな。藤原室建築事務所藤原です。室です。今日は大阪の北節にある南千里の家のお話を伺いたいと思います。外観なんですけど、見た感じちょっと浮いてるように見えるんですけど、これってどうなってるんですか？敷地が造成された敷地だったんで、擁壁っていうのがあって、その上に建物が載ってるんですけど、それを少し前に出しているような建物になっています。造成された土地っていうことなんですけど、もともと敷地ってどんな感じでした？敷地最初に見学させてもらった時の敷地の状況ですね。これが一つの敷地になるんですか？ここで2つに分かれる。この写真はちょうどハウスメーカーの建物が工事中の写真なんですけど、ちょうどこの空いているところが今回の計画地になりますね。道路見ていただいてわかるんですけど、右側下がってて左側に上がっていくような高台に向かってあるような途中の敷地になってまして、パッと見結構ちょっとフラットには見えるんですけど、実は微妙に敷地がなだらかに変化していっているっていうところがあるんで、敷地を見た時には敷地をフラットにしてから家作るっていうのが一般的だと思うんですけど、できれば敷地のフラットな部分の段差とか傾斜っていうのは使えたらなと思ってました。この高低差があったからさっき外観のちょっと浮いてるみたいな建物が出来上がったっていうことになるんですかね。擁壁を最小限で作った時の高さっていうのは人が入れる頭のギリギリのサイズぐらいになったんで、それなら建物を少し肩持ちで擁壁から飛び出すことで、その中に潜り込めるような動線を作って、それがアプローチするところとして使えるんじゃないかなっていうアイデアが出てきましたね。結構アプローチも植栽がたくさんなんですけど、こういうのは結構お客さんがこだわりがある方とかなんですか？植栽についてはね、結構こだわりはある方でしたね。お店とか和風の飲食店のやっている方だったんで、お店と同じようにアプローチとか入り口の入り方みたいなのは結構重要視されたっていうのは覚えてますね。お店に入るような感じで建物、お家を作りたいっていう。そうですね。そういうのが潜在的にはあったのかもしれないですね。外観よくポストとかガスメーターとかって出てくると思うんですけど、そういうのってどこにあるんですか？右側に結構木塀を作ってまして、その中にいろんなものをちょっと隠しているというデザインにしてます。割とそういったものっていろいろ出てくるので、普通にやってしまうと結構目障りになるんで、隠すようにして、その間に植栽を入れたりして設計をしました。外観でちょっと一つ気になってたんですけど、建物の上にちょっと木が張ってるようなやつがあるんですけど、あれは何の空間になるんですか？あそこにちょっと中庭的な部分がありまして、外から中を見ないんですけど、中に入ると空が見えたりとか、光が入ってきたりとか、窓を開けると空気が入り込んできたりっていうのを建物の中に仕込んでいるところですね。ではちょっと中に入って見ていきたいんですけど。一つ目がアプローチなんですけど、これが先ほどお伝えしてたその建物が上に被っているところですね。ちょっとトンネル状になっていますけど、一番下の段は天然石の踏み石を置いてあって、で、片持ちのコンクリートの階段があって、それを登っていくと、玄関にたどり着くっていう動線になっています。さっき言ってたお店みたいな感じでですね。そうですね。ちょっと明るいところから暗いところに行くような気分も変えれるような、そんな空間をちょっと考えてデザインしてます。左にあるのってこれは本物の木の丸太が刺さってるんですかね？杉の丸太ですね。を使って。その向こうはルーバー状のもの。で、階段の後ろは、実際生活するに必要な自転車とか、といったものをまとめれるようにして、外からそこが見えないように隠してあるというのがありますね。これは見返しの部分ですね。この中にもルーバーがあるんですね。これは吹き抜けの一部の部分ですけど、そこに浴室から出れる場所があって、ちょっとここに植栽を置いたりすると、浴室から眺めれるという、そういったテラスというほどではないんですけど、場所になってます。で、入っていくと玄関があるんですけど。玄関、結構やっぱ和風な感じがするんですけど。そうですね。結構その玄関も和のテイストを求められてたので、右のところはちょっとつかめるような棒が欲しいっていうことだったんで、
竹を使ってます。床から生えてきてるみたいな感じですね。そうですね。床もタイルですかね。床は、瓦のタイルを使ってます。普通のタイルだと結構雰囲気もありますし、ムラ感があんま出ないので、一枚一枚ちょっと表情が変化するようなタイルを探してて、瓦のタイルを敷いてます。靴収納も浮いてるように見えるんですけど、壁につけてるっていう感じなんですかね。そうですね。少し全体を浮かして、このスペースが限られているところだったんで、少し浮かすことで、広がりというか、感じてもらえたらなというところの、テクニックの一つですね。ここから入って、右側が洗面ですかね。そうですね。動線的には玄関コードがあって、その上に洗面とか洗濯ができるスペースがあって、その上に浴室があります。で、浴室からは先ほど見た中庭部分というか、覗めるような形で、プライバシーも守られてるんですけど、外に目線が抜けるような配置になっています。ちょうど今玄関から今の中庭が覗くような感じになってましたね。玄関立つとここがちょうど奥の植栽が見えてるっていう構成なんですね。それってちょっと意図的に作ってるっていう感じなんですか？そうですね。アプローチのところから植栽を眺めたところに抜けていって、玄関上がったところからまたすぐと中庭の植栽が見えるという形で、ずっと緑が続いて見えるような動線というか、そういうところを考えてはいますね。この下がったところは何の部屋になるんですか？いわゆる、リビング的なところでみんなが集まるようなところになってます。板間の上にクッションを置いたりして座れるようになってますし、畳のとこは床座りもできますし、低いテーブルを置いて何かちょっとしたものを食べたりするようなっていうことも想定しながら設計はしてます。床に座ったりソファに座ったりでまた目線がいろいろ変わりそうですね。そうですね。正面の方は低い軒みたいなところから植栽を望んだりとかして、右側は吹き抜けがあって、ちょっと高い木があって、それを望めるような感じで、それが組み合わせることで少し奥行き感を感じられるような、そんな雰囲気にはなってます。このリビングの天井ってこれ何の素材を貼ってるんですか？この天井はヨシベニアっていう、日本の結構和の素材でよく使われている材料を使っています。さっきの玄関もそうですけど、今回やっぱり和の素材というか和の雰囲気が感じられるなと思いますね。和の素材は使いたいっていう希望はあったんですけど、空間構成自体も和の伝統的なものではなくて、ちょっと新しい構成にしていきたいなっていうのがあったので、その中に和の素材を使っていってるっていう、そういった解釈で空間を作ってます。天井にも障子入れてるんですか？そうですね。結構障子は今回いろんなところに使ってるんですけど、これは照明の一つとして。日本の和風の建築では結構天井に障子を貼って照明器具として建築的に作るっていうのは割と一般的にされていることで、そういった手法の一つですね。ここの部屋の明かりはこの障子の明かりだけっていう感じですか？ダウンライトとか使うとやっぱり結構雰囲気が一気に普通になってしまうので、あそこは意識はしてましたね。で、こちらの空間だと、この上の照明以外に左側のところに間接照明が入ってるんで、それがあるのと、あとは、夜とかになれば庭も光が照らされるようになってまして、庭を望みながら、庭をより感じながら過ごせるようなスペースっていうのを照明を意識してやってました。お店みたいな雰囲気っていうのがあったんで、そういった部屋を割とちょっと暗めにしておいて、外の植栽を見せるという、そういった照明になってます。奥の照明、植栽に上から光が当たっている感じですね。結構強い光が当たってて、その光がそのまま入り込んでるぐらいの、そういった照明計画です。外の照明が中にも入って、中に漏れ込んできて、それで明るさをとっている。リビングダイニングの間は段差があって、少し雰囲気が、中庭を通っていくと気分も変わるような感じにしています。で、こちらに行くと、テーブルは床ずらいじゃなくて、テーブルに座って過ごすっていう設定になっています。ダイニングからも同じく植栽が見える計画で。そうですね。ダイニングも下の方は植栽が見れるようになってまして、実際は座って過ごすので、植栽の地面というか、地面の方がよく見えるような形。さっきのリビングと段差をつけたんで、やっぱ植栽の見え方がちょっとリビングとは違うっていう感じで。目線が変わると同じ植栽でもだいぶ変わるよというので、そういった視点の変化も楽しめるような設計になっています。ダイニングの隣が6番がキッチンです。対面のキッチンですね。
ダイニング側に向かって。キッチンの手元は隠してあって、前に収納家具を作ってカウンターっていう形になっています。で、カウンターの中には生活的なものがいろいろ入るような形になってまして、その上が飾り棚っていう構成になってます。料理人のお客さんってことなんで、キッチンは結構こだわりがあったんじゃないですか？家なんで、そこまでがっつり調理をしないということだったんで、まあ、いわゆる普通のシステムキッチンを使ってます。さっきのその玄関にも靴収納があったりとか、このキッチンの前にも木の収納があるんですけど、こういうのってデザイン考えたりされるんですか？そうですね。家具を結構設計段階でいろいろ考えながらやってまして、まあ、最終ちゃんと決めるのは現場に入ってから調整するっていうのが多いんですけど、まあ、この家もいろんな家具があるんですけど、材料とか色合いとか形とかっていうのもそれぞれいろいろ打ち合わせしたりしながらオリジナルの家具を作っていきます。キッチンの横になんか本棚があるような、ここは何の場所になりますか？そこはちょっとワークスペースみたいなコーナーになってまして、書類作業をしたりとかできるようなスペースになってます。それもまあ身近には欲しいんですけど、あんまり見た目和の空間とはちょっと違う部分もあるので、パソコンとかっていうのは目線から隠れているところに作ってっていうので、ちょっと見えないようにはなっています。さっきじゃあリビングからは全く見えなくて、振り返って見えたってこと、隠してるってことだったんですね。そうですね。はい。このリビングとダイニングで一回通路を挟んでるんですけど、なぜ一体の LDK ってしなかったんですか？まあ、一つはそのリビングとダイニングの間に中庭を作ることで、まあ、より光が入ったりとか、植栽を入れることで、少ないですけど、自然を感じるような空間にできるんじゃないかなっていうところで、そういうプランにしたっていうのがあります。あとは、段差をつけたりとか、一旦中に挟むことで、目線があえてずれるような形になるので、まあ、それぞれのスペースの独立性というか、距離感が出てくるので、そういったところも狙ってやっていますね。確かに目線はずれるから、それぞれのプライバシーの空間というか、できそうな感じですね。これが2階は、さっきのダイニングのところから行ったら上がっていくんですね。ちょうど階段が最初にいきなり2階に上がるというか、ちょっとスキップになってて、背の高さよりちょっと低いところぐらいかな。まで上がって。だから左側行くと寝室、向こうに行くと子供部屋エリアみたいな形で、まあ階段と言いつつも廊下の延長みたいなもんですね。これは階段を分けてるっていうのは、なぜ分けてるんですか？なんででしょうね。なかなか限られたところっていうのは、敷地の大きさというのもあって、下の方に植栽を、面積を取りながら、上を部屋の中というか、部屋内として、ちょっと下に外部空間を作ってるんですね。そういうことで庭をできるだけ視線として広がりがあるように見せながら、なんかちょっと不思議な空間にも見えるかなと思うんですね。この単純に2階に上がるためのここの廊下の部分を階段にしちゃうと、その分植栽が作れないっていうこと、作れないんですからね。庭も作れないっていうことですからね。ちょっとずっと気になってたんですけど、廊下これピンク色ですか？そうですね。ちょっと赤い日本の伝統色っていう色の中から選んだマッシュ色にというんですかね。日本の伝統色っていうのがあるんですか？はい、そういうなんかカラーチャートみたいなのがあって。まあその日本の色をまとめたやつなんですけど、まあ色をどっかに入れたいって話になったんで、床に赤を使ってます。じゃあ今この写真で見えてる青色もじゃあ日本の伝統色ですか？そうですね。これ以外にも天窓のところに黄色に見えるような色もそうですし、この丸くなっているところですか？はい。リビングのスリットのところに緑色の色彩を使っています。なんか一個一個で見ると結構奇抜な色かなって思いますけど、空間で見るとなんか意外と馴染んでる感じがあります。9番とこの12番の間にある10番っていう何の部屋になるんですか？そこはバルコニーになってます。すぐちょっと外に出たい時にそこに出れたりとか。外になってるんですね。はい。ありがとうございました。SNS をされてるそうですが。インスタグラムとかノートとか、あとは Facebook とかもやってますね。概要欄にリンク貼ってますので、よかったら見ていただければと思います。また、この他にもいろんな案件解説していきたいと思いますので、チャンネル登録と高評価をお願いします。